戦場でその程度の声じゃ聞こえないね。文句があるならてめえの弱さを呪いな。エーフが取り継いだ城壁に後続を送れ。次、弓隊城外に出たやつを片付けろ。降雨様の道を塞ぐのは僕が許さないから。戦場はいつも明るくて目が痛いよ。僕の見える世界が全部真っ暗になればいいのに。アイリ様、ただいま戻りました。ミオン様と水明様は予定通りに敵を切り崩しました。少し早いね。半刻ほど前倒しですね。頑張りすぎです、あのお二方を並べると。フェイを行かせると報告が早くていい。この降雨よりも足が速いのではないか。いやいや、そんなのいたらもう人じゃないですから。似合いもしないのにお世辞とかやめてほしいですね。おや、光悦様ではありませんか。今回は愛理様とご一緒に真正面から参戦ですか。それはまたらしくない真似を。私の手勢は所詮は野党上がりの雑軍。真っ向勝負なんて全くもって無理難題ですが。ですがこの戦いはその最高を天下に知らしめる記念すべき一戦。降雨様のご活躍をかぶりつきで拝見しながら美味しいところを分けていただくのはよろしいでしょう。それは実に宝悦様らしいです。具はいいってなりそう。よし、降雨は行くぞ。また気まぐれですか。一応ダメ元でお耳に入れておきますが、愛理様が毎回作戦とか合ってないようなものにして、その度に将軍の皆さんがどれだけお困りかをですね。戦の機は見ればわかる。降雨の羽よ、続け。ほら、ちょっとは長期の話を聞きやがれ。これだから天のさえありすぎな人は困りますわね。それとな、あれに降雨のかける姿を見せてやりたいんだ。ほら匠、あれ見て、愛理だよ。かっこいいな。姉さんはしゃいじゃってるのね。光陵殿から他の将たちを差し置いて降雨殿と同じ両翼を担うよう命じられたから。ああ、降雨殿と直属の騎馬隊が敵に突入する。颯爽として見とれてしまいそうね。なんでも
ないよーら。よし、負けてらんない。ドーンと行くわよリーファー。任せて。姉さんの道を遮る者は私が打ち払います。へえ、リンファも大概の化け物。でもさ、あれだけ強いならもっといい使い方あるんじゃないの？リンファ様は桜花様から離れるほど泣き虫になってしまわれるので、まとめて使うのが一番ってことか。それでキラ様、この戦場をどう思われますか？黙って見てても降雨が勝つわ。3日ってところね。あんたたちも何かするなら、まあ明日には終わる。もしキラ様が秦軍の立場ならどうされますか？決まってるでしょ。尻尾を巻くわよ。逃げるのですか？守るふりしてあんたたちが来るのを待って、隠れて夜逃げして長江沿いの拠点を焼いて足止めしたら、そのまま西の討伐軍の本隊と合流するかな。世の中にはつくづく恐ろしい人がいますね。降雨のこと？まああれは確かに人外化粧の類だわ。キラ様が降雨軍で出世できなかった理由、なんとなくわかりました。出世できなくて悪かったわね。それなら聞くけど、あたし本当に何もやらなくていいの？はい、関心大将軍。でもこの戦いで成果を上げないといけないんでしょ？桜花様たちは弱くないけど、今のままだと。そうね。降雨殿には遠く及ばない成果で終わるでしょうね。織り込み済みってわけか。いいわ。匠と桜花様にも感謝してるし、納得いかなくたって約束は約束。確かに降雨様は強い。これなら勝てる。始皇帝の作った秦を倒して恨みを晴らせる。でも桜花様を王にするなら、降雨か。化け物どころか鬼神よね。あれを殺すとしたら、さてどうしようか。さあ、赤竜の乙女が行くわよ。
練習は毎日しているわよ。武は薄皮を張り続けるような積み重ねだもの。一日怠ければその倍を失う。強くなりたければ休まず続けないと。激メズってなんだよ。もっと頑張らなきゃって思ったの。ハイリはあんなに強いんだもん。私はもっともっと頑張って強くならなきゃ。というわけだからリンファ、稽古もう一本行くぞ。私も姉さんを守るにはもっともっと強くならないとね。それで匠くん、何か用事でも？お姉ちゃんにできることなら。匠か。残念ね。これは5番じゃないわよ。犬よ、へったくそで悪かったね。これはね、囲碁を参考に戦場で策を練る練習用に考案したの。そうね、アコンとでも名付けようかしら。私なんてまだまだだし。何のことよ。探してた？私を？頼み事でもあるの？だったら、まあ、聞いてあげなくもないわよ。私に？リンファじゃなくて？まあ、匠がそこまで頭を下げて頼むなら教えなくもないけど。でもあんたは天のしるべでしょ？剣なんて必要ないんじゃない？まだ兵を与えられてなくて時間も取れるし、いいわよ、教えてあげる。私は桜花様たちと違って甘やかさずにビシビシ行くわよ。でもね、次の戦いまでってのは無理だから。あんたが必要なのは型じゃないんでしょ？技術を身につけて実際に使えるまでには時間がかかる。
休まずに練習することね。本当に私でいいの？そうよね。やっぱ私は他人と違う輝きというか才能のほとばしりって